水がね、わしゃわしゃ流れてたんだろうね。こんにちは、ナンプラお兄さんです。今日はね、昨日ね、大きな地震がね、ミャンマーの方であって、バンコクの方でもね、結構地震がね、大きな地震が来てね、被害結構あったんですけど。そうですね。ちょっと今日は次の日のね、朝になるんですけども、電車とかはね、今、もう動いているみたい。昨日はね、もう地震があって止まっちゃって、うん。走ってない状態でね、シャッターがうん。あった状態なんですよね。そうですね。今日はね、ちょうど土曜日なので、皆さん仕事はね、お休みの日なんですよね。そうだね。幸いね、土曜日は皆さんちょっと家で待機してたりとかね、してると思うんですけどね。あ、そうですね。ちょっとね、街の様子がどんな風になってるか、ちょっと自分の目で確かめてみようと思うんで、少し見てみましょうか。そうですね。行ってみましょうか。この辺にあるコンビニとかはね、今普通にお店やってますね。街の感じはね、うん。全然普通でね、そうだね。いつも通りって感じ昨日だね。は結構地震で混乱してたような感じの、うん。あれはないですね。そうですね、うん今のところは。またね、余震起きないといいんだけど、ちょっとまだ次の日だから、ちょっと不安ですね。余震にちょっとね、気をつけながらね。うんうん。いや、あとは旅行する人はどうなんだろうな、これ。なんちょっと心配だよね、今ね。両手に取っちゃった人とかはね、そうだ心配だよね。ね。うん。で一応ね、BTS のね、スカイトレインは全然走ってるので、それでまあ、観光はできるのかな、観光地空いるてるかちょっと確認してからね、行った方がいいです。ただショッピングモールとかは多分空いてる。うん、多分そう。だけどまあ、バンコク観光するってなるとね、ちょっと、どう思いますか、ハンペンさん。観光はまだ、自分のちょっとリスク許容度とね、隠していくか行かないか決めてもらった方がいいかなと思います。そうだね普通に生活してる人はたくさんいるし、うん。こうやって街もね、いつも通り結構お店も営業してるんだけど、そうだね。ちょっとやっぱり、バンコク住んでる人たちもちょっと不安を今感じてるような状態だから住ん、でる人たちがあんまり外に出てないっていう感じの。そうですね。ね。あとね、さっき大きい荷物持って歩いてる人たちがいて、多分ね、高層コンドミニアムとかにね、住んでる人たちが、ちょっと自分の家にね、帰れないっていう人たちがいて、うんなんか荷物まとめて出て行ってそうな感じがね、見受けられたんですよ。そうだね。なので、うん。ちょっと今もね、そういうマンションで帰れない人たちっていうのはね、ちょっと出てきてるみたいで、そうだね。そういう人たちは友達の家とか、ホテルとかにね、泊まらせてもらってるみたいですね。実家に戻ってる人もいる。ああ、そうだね。そういう人もね、いるみたい。いやー、どうなんでしょう、本当に。うん。ねえ、せっかくね、ソンクラ近い。いや、本当に、今すごくね、タイ盛り上がる時期のはずだったからね、ちょっとこの時期に地震起きたの本当残念ですね。本当だね。でもね、まあ、住んでる人はね、本当ショックだったと思うし、こんなでかいっていうのがあって。まあ、体感はね、震度3ぐらいだったんですけそうどね。そう。だから、揺れ自体はね、そんなに大きくなかったんだけど、やっぱりちょっと揺れ方がね、日本で感じるような地震とちょっと違ってて、横に、こう大きく揺れてるようなそうだね。感じで、だからそれが結構高層マンションには、打撃があったというのを聞いてます。ね。まあ本当にみんな、ね、ちょっと建てかけのね、建物が崩れて、下に埋まっちゃってる人まだいるみたいなんでね。早く助かることをね。そうですね。
あとやっぱりこう街歩くときもそういう建設現場とかまだやっぱり十分にね気をつけてよく見て歩かないといけないですね。そうだね。いいじゃん。了解那这里ここ今ドンキモールっていうトンローの商業施設なんですけど、結構この辺は通常通り営業はねしてますね。ちょっといつもより人は少ないかもしれないですけど、あー、そこじゃない。そうですね。橋がすごいことになってますね。結構ここら辺で被害が来たってことですね。ここはね、プラカノンとかトンローとかそこら辺付近で一番結構ダメージがあったビルなんですけど、こちらがね、3本のね、ビルの間に橋がかかってたんですけどね、うん。その橋がね、地震の時ね、3頼棟の、むね。3棟のビルがね、ちょっと違う動きして、橋がね、外れちゃった感じになってるんですよね。見えますかね、これ取り掛かってるのが一つありますね。 2つあるね、あっちに。ね、あっちの左側も。すごい。上の橋の部分が壊れてますね。橋が取れかけてますね。これからトンローからプロンポンの方へ移動します。そうだ。いいじゃん、そんなの。ああ、そういえばね、確かに。懐かしいね。え怖いね、ここら辺。バンコクはね、結構細いね、建物が多いのでね、怖いですね。
ね、プロンポンのね、駅の前の方に来たんですけど、まあね、ご覧の通りね、結構普段通りの感じで、まあちょっと人は少ないかなっていう感じですけそうですね。いつもよりちょっと人がまばらかな。もっとね、土日混んでるよね、最近ど。は。そうだね。まあやっぱりね、ちょっと今、病死に警戒してるからが少ないですね。そうだね。何か急な用事とかなければ、家から出ないっていう人多いと思いますね。そうだね。うん。今のところはね、目立った外傷があったところが、その、トンローの、ビルくらいでしたね。そうだね。他のところは、見た感じは分からなかったんですけど、まあ、部屋の中とか、柱とかね、ちょっと細かいところ見たら、日々いろいろ入ってると思うのでまあ、、そうだね。うん。まあ、僕らはちょっと見ていないだけかもしれないですけど、うんうん。まあ、少しね、周り見て、まあ、異常があるかとか、ちょこっと見てみます。はい。よいしょ。昨日の夜はね、結構帰宅できなかった人ももしかしたらいたかもしれないので、こういう公共のね、公園が、なんかオープンしたみたいでしたね。ここから見る感じ全然。うんうん。そうだね。それにね、デパートの方も平常に運転してるような感じで。そうだね。全然入れる感じですね。営業してますね。まあね、観光で来てる方はまあ一応ね、買い物とか普通にできるような状況にもう今日の状態でなってるって感じですかね。結構さ、日本だと地震とか起きると、うん近くの公園とか、学校とかにね、避難することがね、多いと思うんですけど、タイはあんまりそういうところがね、ないので、そうだね、ね。この辺住んでる人はね、後ろに見えてる大きい公園にね、うん、行ったりすると思うんですけど、ちょっとね、普通だね。そうだね、今本当街の中は全く問題ない感じです。いや、昨日お互いしてたでしょ。だけど、うん。意外と、ちょっとね、ビルにひびが入って入れない人がいるっていうのは、ツイッターとかでもね、見たり、知り合いの人が喋ってたりしちゃう。そうですね、昨日はもう午後の1時半ぐらいに地震があって、その後もう仕事今日は終わりっていうところがね、多かったので、その後みんな歩いて帰ってたみたいですよね。そうだね。まあ今電車もね、バンバン普通に走ってますし、うん。まあ普通ですね。そうですね、問題はそんな見られない感じですけど。あ、でも大きな被害なくて、今見た感じは良かったなって思うよね。そうだね。ちょっと昨日の感じもうちょっと、もしかしたらひどいのかなって思ってて、深刻な感じだ。ちょっと心配してたんですけど、まあね、意外と普通ですね。そうですね。結構バンコクは建設途中のビルがすごい多いので、結構やっぱり工事現場はだいぶ不安定になってたんじゃないかなとは思いますね。まあ、この方のは大丈夫なんですけどね。そうだね。そう。今日はね、すごく暑いんですけどね、まあ、本当はね、観光するのにはすごいいい日々はあるんですね。スピアの方ね、なんかちょっと、どのくらい人いるか見てみましょうか。そうですね、行ってみましょう。人は少ないですね。そうだね、いつもに比べたらね、全然人いない。まあ普通ににぎわってますね。そうですね、まあ、いつもよりちょっと少ないけど、店はね、やってるので、なんかこう見た感じは問題ない。そうなんですね。
電車尻公園の中にね入ってきました。本当ね穏やかないつも通りの公園ですね。はい、今ねここはねベンチャー尻公園。尻公園うんにいるんですけどね、プロンポンの公園になります。うん。まあね、今日ねちょっと歩いてみてね壊れた場所もあったんですけど、まああんまりね他の場所ではね目立った外傷があるビルはあんまりありませんし、ここら辺の中ではね。そうですね、もういつも通り平和に過ごせるような感じだったので、そうだね。そんなにまあ観光とかで来る人も大きな問題は、まあ、ないんじゃないかなっていうそうだね。まあ感じでしたね。でもね、余震があるかどうかっていうことに関しては、まあ僕らは判断しかねるので、そうですね、今後ねちょっとよくね予定されてる方は情報チェックしてから来ないといけないですね。そうだね。まあでも旅はね分かんないですからね。僕も結構旅行くんですけど、例えばネパールで地震があったとか、そういう時もありましたし、あったっけか、なんかあったっけ。ありましたありました。あったよね。だからまあやっぱりリスクっていうものはね、生きてればねそれなりにどっかでつきものでついてくるんで、まあご自身で判断されて、あと最近いろんな場所で、まあ、テロとか、まあ、デモとかね、いろんなこと起こっているので、ちょっと本当に渡航前にその現地のニュースとかね、まあ、いろいろインターネットとかツイッターとか、まあ X でいろいろ見たりだとかね。本当はね、私たちもね、4月あたりにねトルコに行こうかなと思ってたんですけど、今は結構ねデモが、そうだね、ちょっとイスタンブールでデモがあるみたいで、ちょっと荒れてそうなので、そうだね、ちょっと今回はやめておこうかなって判断をしてたんですけど、まあ、チケットは買ってなかったからね。そうだね、まだね、買ってたらもしかしたら行ってたかもしれないですけどね。そうですね、まあね、そういうリスクとね、自分のライフバランスをこうね考えながらね、まあ行動してみてはいかがでしょうか。まあ今日ね映した感じの通りだったんで、まあ僕らが行った狭い地域の中で、そうですね。そんな感じだった。だからもしねちょっとバンコクに行きたい人とかはちょっと参考にしてもらえればなと思います。そうだね。ニュースもちゃんと確認して、あとはまあ下の方に行けばね、例えばパンガン島とか、南の方、そう行けばそっちの方はまあ多分大丈夫かなって感じがするんで、まあ外の方になるとね、前ね地震でスマトラ島沖のね地震で津波も起きたみたいだったので、それが30年前だったっけか。ちょっとねクラピとかプーケットあたりで、結構被害があったみたいなんですけど、まあそこ行ってもねリスクはあるかもしれないんで、まあ考えて旅してみたらいいんじゃないかなと思います。そうですね。はい。それでは、また次回お会いしましょう。なんか被害に遭われてまだね家に帰れてないとかね、ちょっと困ってる人たちは、いるのでね、倒壊したビルもね、そうですね、作りかけのビルが倒壊したり、ちょっとねクレーンが落ちたりとかしてね、そうですね、亡くなったりしちゃって、ちょっと皆さんの生活がねちょっと一刻も早くいつも通り平和に過ごせるようになることをね願ってます。そうですね。それではまた次回ねお会いしましょう。またね。バイバイ。